ってくれる後見人さんだったら丸なんですよ。ああ、なるほど。そうそうそう。後見人で人生が変わる。もうちょっと私の場合はこう突っ込んだチャレンジを実はしていて、結構責任重大なのにと思ってたので、で長女がゆうちゃんがねえ、まあね、ゆくゆく青年後見とかもお世話になるんだったらこんなこと青年後見人ってね、また説明というか語り出すと長くなるのでいいね、語ってもらえた方がいいかもしれない。そう、でもお金の管理とあと契約事をしてくれる人なんだけど、どっかの入所施設の契約とかね、そのお金管理してくれるのはありがたいけど、使ってもらえなきゃ意味がないんですよ。本人のために残してるんだから。でもそこが皆さん苦手なので、だからまあ後見人さんがこのちゃんのね、何がいいかなって言ってお金出して使ってくれるかって言ったら、なかなか後見人の仕事としてはそこまでではない。そうだから何が必要かっていうと、ここにいっぱい書いてくれたような支援者さんたちに聞いてほしい。後見人さんから今度お誕生日だけど、何してあげたら、いいですかね。そのためのお金を自分が預かってるから下ろしてきてあなた方に託しますから、ちゃんとレシート置いといてねって言って、でこのお金で、喜ぶことをねしてあげてくださいねって言ってくれる後見人さんだったら丸なんですよ。言ってくれる後見人さんだったら丸なんですよ。ああ、なるほど。そうそれを後見人さんが「そんなん贅沢じゃないの?」とかね、例えばね、支援者さんの方が例えばですよ、ディズニーランドにねって親御さん連れてってあげてほしいって言ってたし、とっても好きみたいだからって言ってても「ディズニーランドいくらかから無理ですね、出せません」って言われたら、親が何のためにこの子のためにお金残したかわからないので、そこで支援者さんがそう言ってるんだったら、そして、ね、親もこうやって書いてるんだったら、じゃあそれはこの子のための使えてもらえるねって言って気持ちよく銀行から出してきて渡してくれる後見人さんってあってほしいと思って、そういう願いをここに書いてるんですよね。後見人さんも基本的にはね、家庭裁判所が現状決めるので、重度の知的障害があると、でもこちらからね、この人がいいとかこの NPO 法人がいいとかってそうやって候補者っていう名前を挙げることはできるので、それでいいよって言ってくれたらそうなるのでね、そこは諦めずに誰が引き受けてくれるのかみたいなことはね、探していくのが私たちのメニューです。NPO 法人の方がなられる場合もあるんですか？あります。それは社協と呼ばれているような方？そう、社会福祉協議会さんも法定後見も受任すでにされてる社協さんもあるし、これからどんどんしていく方向にはあります。国にやれと厚生労働省とかね、やってあげなさいって言われてるからだと思いますね。NPO 法人でもある？あります。名古屋市外は分かんないですが、名古屋にもその市民貢献をしてる、NPO さんあるんですよ。大阪にもあるし、その静岡の方とか親のね会がその受任をするっていうのをみんなで、そういうのも作っておられるので、何がいいのかっていうのは考え方次第なんですけど、あとよく言われるのが、自分の子供が将来入所する、例えば社会福祉法人が青年後見になってくれたら安心だねっていうね、意見もあるんですよ。今までは自分の子がそこに入ってそこを運営している社会福祉法人が受任者、要は、本人のね通帳を預かるっていうのが利益相反って言って、だって自分たちのね、言ったら報酬を預かってる通帳が下ろすわけじゃないですか。だから悪いことするかもしれないって家庭裁判所が思うので、それはダメですって言われてたんだけど、どうやらなんかそれでもいいってちゃんとこう信用ができるようなそういう状況にしたら、いいって言っていくようになるんじゃないか、実際いいって言われたところもあるよみたいな、ちょっとそういう動きがあって、多分でも理想的なのは子供さんがお世話になる、例えば社会福祉法人 A っていうところと、それとは別の同じ市内のね B っていう法人さんがあったら、双方で相互でね、お互いの入所者の別法人だから、そういうのもありかなとも言われています。1箇所だと悪いことをされちゃったらわかんないですからね。2箇所とかの方が、そうですね、お互いのチェック機能がね働くかなっていうのはありますね。
まあ、それも考え方で、私とかはですね、後見人ってね、まあ、できたら親みたいな目線でね、本人を守ってほしいと思うわけじゃないですか。そうだからその時にこの子がお世話になっている法人さんが、もしくはそれと仲良しの法人さんが後見人だったら言えるかなって思うんですよ。親だったらもっとねってこういう風にしてあげてほしいんですとか、これじゃダメですとかっていうのを、後見人はね、弁管注意義務っていうのがあって、そう本人のことをね守ってくれなくちゃいけない義務が一応あるので、入ってる施設とかにね、ある種文句を言わなきゃいけないこともあるんですけど、それが入ってる施設自体が後見人だったりとか、もしくは仲良しの施設さんとかだったら、お互いだから、まあ、なあなあじゃないけど、まあ、そんなんしょうがないよねみたいな感じでされちゃうと、チェック機能がね働きづらいっていうのも多分あると思うので、私としてはその善良な第三者が本当はいいのかなと思って、福祉関係でそういうサービスに携わらない善良な第三者の個人なり法人なりが、だから全然全く別のところですね、そこが担ってくれる方が、まあ、ものを言いやすいんじゃなかろうかというのも思ったり、でもそれも含めてわからない何がいいのかは可能性をいろいろ思うだけでですね。いい後見人になってくれそうな人が見つかると、いろいろね話がそうです進むね。かなっていう感じ。そうですね。それが止まらないと手探りですよね。後見人もなんか私らぐらいの年齢の人が後見人だとしょうがない。しょうがないですよね。せめて同世代ね、もっと若い方がいいぐらいですもんね、本当だったら。なのでまあ個人より法人の方がいいかなと思ってるんですよ。NPO 法人とか。もう探されてるんですか？実はもう私の場合は青年後見人任意後見契約っていうのにしてあって、そうなんですか？それを未成年の間にしかできない、もう成人になっておられるのでその契約はできないんですけど、私は契約をして、それまでもいくつか契約してたんですけど、私がなるように契約をしてた分もあったんですけど、私がなってもしょうがないなと思ったんですよ。先に死ぬしと思って。一般社団法人なのかな、 NPO を持ってて、障害者のそのグループホームとか B 型作業所とか高齢者とかいっぱいいろんなその福祉関係の事業をされてる法人があるんですね。私がよく知ってるお坊さんがされててそこに受任者になってもらってました。将来うちの最後の青年後見が必要になった時からスタートしてもらえるように、もうそんな契約をしておくだけなので、別に今から始まるわけじゃなくって、私もまだしばらくは元気で頑張って娘のね通帳ぐらい管理したいと思ってるので、将来私が動けなくなった時には妹が申し立てっていうかね、妹がならなくていいから、ただ親族じゃないと、両親とない親族じゃないと申し立てが、できないので。でまあ、とにかく任意後見契約してあるので、そこが娘の後見になるように設定しています。でもうちょっと私の場合はこう突っ込んだチャレンジを実はしていて、そこの法人が単にその娘の任意後見人としてね動くだけじゃなくって、私は勝手にお友達後見って呼んでるんですけどね、そこの利用者さんとか入所者さんたち、もちろん知的障害のある人たちばっかりなんですけれども、その人たちが娘の心情看護の部分、要はさっき言ってたね、契約ごとを考えたりとか、実際契約するのはそこの法人のその役員さんなんだけれども、あとで通知預かるのは法人の役員さんなんだけど、例えば今度りんちゃんのお誕生日が来ますと、りんちゃんにプレゼントをね後見人だから買って渡してあげようと思うんだけど、何がいいと思うって言ってね、みんなに聞いてもらいたいなと思ったんですよ。お話できるとか、とってもよく分かってる利用者さんたちもいっぱいいて、娘もね時々そこに連れてってこう顔見知りになってってもらってるんですよね今で。りんちゃんだったらあれがいいんじゃないって言ってみんなで考えてもらって、でそれをなんかプレゼントとかしてもらおうって思ってるんですよ。娘の気持ちはまあ言えば同じような景色を見てきたねお友達がよくわかるんじゃないかと思ったわけです。こんななんかね、そう障害っていう意味では不自由なくね生きてきたこんなおじさんおばさんの私たちが後見人として勝手にこの子のことを考えるんじゃなくて、
私とかだったら娘の誕生日にねあげるものってねどうしても決まってきちゃうんですよ。喜ぶものこれしかないっていうのはDVD とかなんかね冒険ができない、全然違うものを出してもどうせって思っちゃうから。でもそれって人生の彩りとしてどうなんだと、この本人の新しい発見ないじゃないですか。できっとその後見人さん、大人の人だったらそれこそ私がここで書いたみたいにりんちゃんは何々が好きだから何々のキャラクターに DVD をあげてくださいみたいな、それしか多分変わんないと思うんですよね。なるほど。だけどやっぱり同じ世代のね女の子女性の方とかがもしかしたらですよ、でお化粧品あげようよって言ってくれるかもしれない。私だったらもしねそんなんなんか思いつかない思いつかないね、すごい嫌がるのでフェイスペインティングなんかね、そんなんやってもすんごい怒ってやめろみたいになるから、そんな化粧品なんて思うけど、もしかしたら別にもう無駄になってもいいわけですよ。私だったら絶対あげないぬいぐるみとかねいいんじゃないとか言ってもしかしたら気に入るかもしれないし、そういうなんか嬉しいことも残念だなと思うこともねあって人生だと思うので、本人にとってね、親がそれを全部こうやっちゃうと無難な人生しか選ばないでしょ。喜ぶことが分かってるものしかも幅がねどうしてもね、そういろいろチャレンジをねさせてあげられてるんだな、すごいなと思ってるんですけど、私なんかほんと特にね娘が苦手なこと嫌がるだろうなと思うことってなかなかねやっぱできなかったりするんだけど、それもねどこでどう変わるかわからないから、そういう発想ができるのってやっぱりその同世代のねお友達なのかなと思って、なんか昔から結構友達頼みで私短冊七夕の短冊ね、療育園の時もそうだし保育所に入った時もそうだし支援学校に入った時もそうなんですけど、全部お母さんが書いてくださいって短冊が出されるんですね。でしょ。でもねすごい嫌で分かんないこの子の願いなんてって思ってたんです昔から。親が書くと無難にね毎日元気でそうですそうですよ大好きな唐揚げいっぱい食べられますそうでしょ。でもね本当にこの子はそれを思ってるかどうか分かんないのに、いつもなんかましてやねお願い事じゃないですか、結構責任重大なのにと思ってたので、ね長女がりんちゃんが保育所の時はもう保育園の時にお友達にね「りんちゃんどう思ってると思う?」みたいな聞いて、結構いろんな意見が面白くて「早く帰りたいと思ってる」みたいななるほどなって思い何々先生が好きとかね、何でもいいんだけど、そういうのを聞いて書いたりとか、あと支援学校に行ってからとかお友達に聞くと割とその重度さんが多い支援学校だったんでね、あんまりこうなんかこう聞き取るっていうことを難しそうだった時はもういい加減嫌になってきて「凛の願いは凛のみぞ知る」って書いてあったそれ入れてましたこうやって割とそうやってこう、思ってきたもんだから、やっぱり本人の暮らしについてもね、親がこうだって書いちゃったりね言っちゃったりするともうそこに従って生きていくしかなくなっちゃうので、私が本人だったらねうちの両親とっくにも亡くなっていないんですけど、うちの母にね私のこう願い事とか勝手にかけたものすごい嫌だもんなんか確かに想像すごい嫌でしょ。なんかずれてるのそう知った風にね、なんかこの子はみたいなちっちゃい時好きだったメニューとかずっと書かれてねそればかり食べそうさせられてそうハンバーグが好きですみたいな、魚と食わせろみたいになるじゃないですかそうだからそういうのも嫌だなと思って、本人が何がいいのかわかんないけど、でも少なくともお友達たちに考えてもらえるような仕組みがあってもいいかなと思って、それに賛同してくださったねその法人のお坊さんがね、いらっしゃるんですけど「いいねじゃあそれでうちで任意後見にやらせてもらうね」って言ってくださったんで、はい。それ後見人さんとなんか契約書に書いておくんですか？そうですそうですね任意後見契約っていうものをね中に座って書いておくんそうですでもそれはね未成年の間だから一応任意後見契約できたけど、もう成人になったらそれ自体はできない。ただでもさっき言ったみたいにだから、法定後見って法律なんですよ。法定後見で家庭裁判所が後見人を決めるっていうことしかできなくなるんだけど、さっき言ったみたいにいろんなその法人さんとかの後見人のことで相談乗ってもらってね、いいですよってうちが
法人としてやらせてもらいますって言ってくれて、でお父さんお母さんの思い、なあちゃんのことをちゃんと大事に思ってくれるところが見つかったら、そこを、候補者としてね挙げて申し立てをして、そしたら例えば財産管理の部分だけはその誰かの弁護士さんが請け負うけど、心情看護、心情保護ね、そういうなんか日々のことを考えたり契約したりしてくれるとこだけはそこが見てくれるっていう、そういうようなことで家裁が選んでくれることも多いので、多いみたいです。100% ではないから言えないけど、本人のことを第一に思って人生を伴走してくれるような人とか組織を探していくっていうのも骨なき後の大事な部分ですね。お金をね、さっきおっしゃってましたけど、いくら残したところで本人のために使ってもらわなくては意味ないので、で弟さんもいらっしゃるんだったら弟さんの方が年若いし長生きだったとしたら、その残った大の財産弟さんの方に行くのでここに入ることはないと思うんですけど、見てくれるのありがとう。おばちゃんはどこにいるでしょうか。わかんないね、マスクしてるからね。これはでもいろいろやっていかなあかんのですね、親の立場も。本人がショートステイでまず慣れてくるのが一番大事だとは思うんですけど、そのお金の残し方とか後見人とかって何も準備してないと突然知らない人に決定しちゃって大変なことになっていくってことですよね。そうなんです、そうなんです。どこにお願いしたらいいのかっていうのを探して準備しないとダメってことですよね。そうですね。いつも言うんだけど、親にしかできないんですね、その辺の備えって。誰が他人がそれ代わりにやってくれるかって言ったらやってくれないじゃないですか。ね、ふなちゃんのそのお世話についてはね、いろんな支援者さんたちがいいようにしようと思って関わってくれるけど、そういう備えとか契約とかね、そういうような部分っていうのは親以外にはしてくれる人がいないし、ネットでね検索して市民貢献とか愛知県とかでグっても出てくるだろうし、あとは社会福祉士会ってね、各都道府県にはあって、で社会福祉士さんがその青年貢献を担ってくれるそのチームがあるんですよね。そこに行ったらいろいろ詳しく教えてくれたりして、弁護士さんとか司法書士さんとかが貢献にやってるケース多いんですけど、社会福祉士さんって福祉の勉強してこられてる方々で、私としては、弁護士さんたちよりも頼りになりそうな気がするから、あそこにね書いてる河本先生って社会福祉士の先生めっちゃいい先生なんですね。青年貢献をいっぱいされてて、あんな先生に聞いたんですよ。彼にどうしたら河本先生みたいな人に出会えますかって言ったら、社会福祉士会とかに相談に行って見たらいいんじゃないみたいなことを言ってもらったので。そこ行きます。そういうところとかからちょっとずつ紐を手繰り寄せてね、全然知らないとかだといざとなると困るので、垂れておくのがいいのかなっていうふうに思いますね。もう1行目からドキッとしますね。後見人で人生が変わる。まさにそうだと思いますね。どれだけ大事に思ってくれるかっていうね、そこだと思うし。権利養護センターっていうのはまた何をする、どういう時に行くんですか？権利養護センターも同じように青年貢献の相談乗ってくれます。社会福祉協議会の中とかに設置されてたりすることが多いんですけど、そこに行っても青年貢献の相談に乗ってくれたり、権利擁護なんで、自分のとてもその人権が侵害されたとか家族のそういうようなことも相談に行ったら弁護士さんとかそういったその権利擁護のためにアドバイスくれたりしてくれるその専門家たくさんつながりでいらっしゃるので、いろいろアドバイスをもらえるところだと思います。権利養護センターも青年貢献の相談するのは悪くないかなと思いますね。相談しに行くとどんな風に乗ってくれる感じなんですか？多分まだまだですよねって感じだと思いますよ。ですよね。そうなっちゃいます今すぐじゃないからって感じになると思うし、もっと切羽詰まってる方が行くようなとこなんですよね。そっちの方が熱心にはね、だって将来のことね、いくらお伝えしてもまた変わるかもしれないしってなるから、多分制度的なことをね詳しくね教えてくださるかもしれないけど、具体的なところのお話はないかもしれないですよね。僕お願いするんだったらちゃんと知っておきたいな、その人のことをとは思うので。
そうですね。かましておきたいなっていう。そうですよね。ただね、青年貢献制度自体に去年の4月に後期に5カ年計画が出て、厚生労働省かな、今すごく使い勝手悪いんですよ。青年貢献で評判悪いと思うんですけどね。そう医療ね、そう同意とかでしょう。問題じゃないのないし、一回ついたら離れないとかね。ああ、そうなんですね。そう。一回あ、まあやめられないね。親でもやめれない。そうとか。あとめっちゃね嫌な人だから変えてくれって言っても変えてくれないとかね。そうおかしいですよ。全然本のためにならないですよね。そうなの。それがあまりにも評判悪いからそりゃそうだって感じなんですけど、だからちょっといいものにしていこうっていうふうに、国の方は思っているようで、後期の5カ年計画ではいろいろちょっと今探りながら、去年から始まってあと4年間。で随分制度も変わっていくかもしれないんですよ。変わらないかもしれないんですけどね。変わらなかった時は残念って感じ。なんでね、私が思ってた厚生労働省さんはすごい本人の権利を守ってね、ちゃんとしてくれる青年貢献制度にしようと、もっとちゃんと利用してほしいしと思ってるんだけど、これって管轄してるのって実は法務省ですよね。家庭裁判所。家庭裁判所にしてみれば正直選んで、はい、この弁護士さんとかこの社会福祉士さんでつけました。でもそこからね、親とか親族がちょっとあの人なんか感じ悪いから変えてくださいみたいに言われるの、いちいち対応がね、できないもんだから、今みたいに一回ついたら、その本人が後見人さんが横領とかね、事件を起こすとかしないと変えてくれない、だからなんか犯罪を犯すか死なないと変えてくれないみたいな言い方あるんですけど、そんな状況になっちゃってるんですよ。だからそこも制度設計としてどうするのかということがクリアされないと、なかなかねポンポンと変えられない。でもそれを本当ね嫌ですよね。だってなんかの福祉サービスを利用して、ちょっとここの事業者さんちょっとまずいなとかって思ったらさ、変えるじゃないですか。うちの子には合わないなとか、いい人たちだけど違うなとか。それがね、その本人の暮らしを守ることなのに、後見人さんつきました、全然顔も見に来ない、本人のためにお金を使ってくんない、嫌ですって言っても、帰れませんねって今だと言われちゃうので、それをなんとかしようとはしてるみたいなので、だから今すぐにね決めたとってもっといい風になるかもしれないから、少なくともあと 4,5 年ぐらいかけて、そうですね、探したり情報を仕入れてね、以前がどうだったのがどう変わるかっていうのを見ていかれるのはいいんじゃないかなと思います。でその中でその法人貢献というのがたくさん認められるようになってきてるのも、より良くしようとしてるからなんですよ。個人の一人とかだとね、だってもうこの人は誰とも相談もしないし、嫌な人だったら最悪じゃないですか。そうですよね。法人とかだったらみんなチームで見てくれるから、ごめんなさい、あなた合わないって言ったら担当を変えてもらえたりとか、お金の管理もみんなでちゃんとチェックし合いもできるだろうしっていう、法人貢献をもっと認めようっていう風にはなってきてるようなので、ちょうどあと 4,5 年ぐらいでかけてウォッチして、でかつ若い若い人を今はまだみんな高校出てね、同級生の志ある人も大学入ったか専門学校入ったかぐらいでしょ。あと 4,5 年経ったらその子たちがみんな就職とかして福祉業界とかでね活躍しだす頃なので、その頃からめっちゃ良さそうなねそう女の子だから女性でね活躍しそうな人とかとなんかつながり持って本当にそうやっていくのがいけるのが親のできることなのかなって思います。青年貢献に本人がもうやめたい、自分から変えてほしいって言えば変わるんですよね。それもね、なかなかちょっとした理由とかでは認めてくれないみたいな感じで、青年貢献人がそれはなんでなんだみたいなことをすごく追求するみたいな、それが健康問題だったりとかね、致し方ないってなったら変わるんですか。じゃあいいよってかさん言うみたいで、相当な理由がいるんですね。そうみたいですね。だから一応引き受ける方も責任があるっていう前提なんでしょうけれども、ちょっとやってみて嫌になってからやめるとは言わせないよっていうことではあるんでしょうけどね。きっとでも変わっていくとは思いますよ、もうちょっとずつは。